皆さんこんにちは。ビーズチャンネルのなごみです。フラットスパイラルの編み方後編では、編み始め側と編み終わり側の剥ぎ合わせ方を丁寧に説明します。前回の続き13段編み終わったところからとなります。このチャンネルは現役ビーズ講師チームがビーズの最新情報や作り方について発信しています。チャンネル登録をしてビーズ教室に通っているように楽しくご覧ください。合計13段編めました。編み地の長さは 5.8 センチくらいとなっています。編み終わり側は編み始め側の外側ビーズの色と同じ色で終わっています。編み地を左手の人差し指に巻くようにして持ちます。下側、手前が編み終わり側、上側、向こう側が編み始め側となるように手に巻きます。新たに新ビーズを通さずに編み始め側の新ビーズを1個拾います。1段目の1回目の外側ビーズ、7個通した側のこの外側ビーズをくぐらせるようにして針を外側ビーズの下から通します。1回目の外側ビーズ7個を通しましたら、編み終わり側の新ビーズをまず拾って編み始め側の新ビーズを1個拾います。2回目の外側ビーズを通しますが、はじめに編み始め側の2回目の外側ビーズを上から下にくぐらせるように針を通します。2回目の外側ビーズを6個通したら、編み終わり側と編み始め側の新ビーズを2個続けて拾います。ストッパービーズを緩めて、この重なり具合を整えます。外側ビーズ2回目の方が丸章の数が1個少ないので、少し小さく1回目の外側ビーズを下にすると立体的なサークルに仕上がります。新ビーズを1個拾います。この新ビーズとつながっている外側ビーズを3個拾います。飾りの丸い部分、缶を通します。外側ビーズを拾って出てきます。糸始末をします。糸始末は新ビーズをいくつか拾って、今は2回ほど拾います。新ビーズとつながっている糸を探すとここにありますので、この外側ビーズと新ビーズのつながった糸をすくって玉留めを2回ほどします。またつながっている糸を探して玉留めをもう1回します。2回以上しましたら糸は切って OK です。なるべく内側で終われるように針を進めて調整をしてください。糸端が切った時に見えないように気をつけます。星の飾りがつきました。編み始め側の糸端に針をつけます。編み始めの糸は新ビーズのファイアポリッシュの間から出ております。丸章を4個通します。ピアスのこの隙間の部分に針を通します。新たに3個通して、編み始め側から2個目から3個拾って輪にします。最後一番初めの丸章を拾って、またこの新ビーズに戻って編み終わりと同様に糸始末をしたら、はい、これで完成です。同じ作り方で15段
ファイヤーポリッシュの真のビーズを15個用意して編みますと少し大きくなってペンダントトップなどにもちょうど良い大きさになります。ぜひ作って楽しんでみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。